こんにちは。今撮影が終わってすごいもう朝から撮影してて休みたかったから近くの公園に行こうかなと思って公園にカジュアルに来たのにもうめちゃくちゃ階段ですごい疲れてる。見て、すごい高台じゃない？歩いてたらいい感じのスポット見つけました。すごい暑いんだけどさ、これを結ぶか迷う。いっか、5時だよね今。7時ぐらいに起きて、まあみんなこの時間にから出勤してる人とか学校行く人多いと思うけど、7時に行って9時に着いて、9時からメイクして撮影してメイクして撮影してメイクして撮影してを3回繰り返して、で唐揚げ食べて帰ってきたいつもさ、私のモデルの撮影ってあんまりないから月に2回ぐらいしかないのね。で今回その日ですごくもうみんな現場の人たちすごい楽しかったし、カメラマンの人は一回会ったことある人だったし、なんか良かった、いい感じだった。もうずっとの笑顔でもうなんかみたいなことやってたから、もうここがね筋肉痛で痛い美味しい。なんか多分ここの下が川だったんだけど今は水がなくていい感じになってて、もうなんか周りが岩だらけで誰もいないし静かだし緑がたくさんあって最高。この場所私なんで今まで知らなかったんだろうって感じで、抹茶を飲みます。なんかリップついてる、やだ。飛行機乗って近いね。3月の後半から中国に撮影に行ってから香港行ってからその後台北とか行ったりしてて2週間くらい海外にいたので、海外に旅行に行ったりしてるとやっぱりなんか夢うつつな気分というか時が止まってるって感じだったの。みんなさ、海外旅行行ってからどういう気持ちになる？なんか憂鬱になるみたいな人もいれば、めちゃくちゃ学びがあったみたいな人もいれば、いろんな人がいると思うの。日にちの進むスピードが速すぎてついていけないので4月帰ってくるでしょ。で4月から5月にかけては動画の編集をしたりとか他のお仕事をしたりしてて、4月の記憶はあんまないです、で5月になったでしょ。多くの人はゴールデンウィークに入ってると思うんだけど、私の場合は、ゴールデンウィークという概念がないというか、フリーランスでもう24時間仕事してるといえばしてるみたいな感じだから動画作ったり絵のお仕事したりだとかモデルのお仕事したり PR のお仕事したりみたいな感じで、とにかくずっと一日中休まる暇もなくなんか仕事のこと考えてるっていう感じなの。でもみんなもそうだと思う。なんかさ、休むって言っても 100% 休めなくない？もうずーっとなんか続いてる感じだったの。なんかついてくるなみたいな。ゴールデンウィーク終わっちゃったじゃん。で5月ってなんか嫌だよね。私は日記を毎日書こうと思ってたの。だけど日記はもう3月ぐらいでやめてしまい、今のところもう2ヶ月くらい書いてないです。やばいよね。で読書もしようって思ってたけど、やっぱ時間がないということを言い訳にして1ヶ月くらいはできてないかな。でも最近買った本、今読んでる本は、読み始めた本は林真理子さんのみんなの秘密ってやつ。これちょっとドロドロ系ドロドロ系、こんなさ平和な動画に出せるようなお話じゃないと思うんだけど、ちょっと本屋に行った時に一番目についたものを買おうって思ったらこれになってしまいましたまだ開いてないけど一応持ってる。そういうのない？なんかとりあえず本は持ち歩くけど全然読んでなくてぐっちゃぐちゃになるっていうそれよくやってる。でも今日は読みますので持ってきました。なんかいろんなことやってるの今だけど、なんか全部全力でやりたいし、やりたいことも決まってるし、なんかこうしたらいいよねっていう道しるべが自分の中であるのに、もう一つのことで手一杯で、例えば動画の編集だけでも力尽きちゃって全然全てに力が注げてないから、なんか全部中途半端だなっていう感じですごい嫌になってたの。自分がこういう気持ちになってる人いるんじゃないかなって思うんだけど、どう？自分全然できてないなみたいな気持ちにならない？
今までの私って目標を決めてそれに向かっての最短距離を突っ走るみたいな考え方だったのね。でそれは西洋思想って言って、西洋思想は短期決戦で目標、道とかルートを決めて、もうそれに向かって走る。だからここにゴールがあったらもう一直線、もう全力でやれみたいな気持ちだったんだけど、西洋思想の反対に東洋思想っていうのがあって、これは長期決戦で自然体のものなのね。これは無理に上を目指さないで、道を決めずに目の前のことをコツコツやって、後から振り返ったら、あ、意外と私やってたんだって思うようなやり方が東洋思想なの。西洋思想と東洋思想っていうものがまず2つあることも知らなくて、これも最近知ったことなの。そうだから私はまだまだ勉強中で 100% 正確な情報が言えてるか分かんないから、詳しくはちょっとネットで各自検索してくださいっていう感じなんだけど、今の私には東洋思想が合ってるなって思った。頑張りすぎててやばいみたいな気持ちになってる時は東洋思想に切り替えて、まあコツコツやる。でなんか調子良くなってきたなって思ったら西洋思想に切り替えた、もうがっつりやるみたいな。やるときはやるし、休むときは休むって、この切り替えのスイッチが私にはなかったの。もうやるしかない。やらないイコール怠けてるみたいな、そういう気持ちになってたんだけど、心のスイッチを切り替えることが一番今の自分にとって過ごしやすいし心地いい生き方だなって発見しました。これ昨日発見しましたすっごいフレッシュな情報を今みんなにシェアしてるんだけど、どう思う？みんなの心には切り替えるスイッチがありますか？抹茶を飲んでても、あ、これなんか仕事に使えそうとか、なんかコンテンツにできそうみたいな感じで全ての物事をコンテンツ化してしまうわけそういう風に考えちゃうの。それが悪いと思わないし、私の仕事スタイルは自分自身気に入ってるからいいんだけど、切り替えなさすぎると本当に心疲れるし頭も疲れるし、もう全部疲れちゃってやる気なくなっちゃう自分の頭が切り替えてなかったから疲れちゃって放棄しちゃうみたいな気持ちになってたんだなって思った。私の中で心のスイッチを切り替える基準はいくつかあるんだけど、まず若い時、これは全体の話ね。で受験の時、元気な時、急いでる時、体力がある時、こういう時は西洋思想でいいんじゃないかなって思う。全体を見てちょこちょこ休むのはいいと思うけど、私の今の年齢だと若いしまだまだやれることいっぱいあるし体力もあるからやろうっていう気持ちが基準。疲れた時に切り替えるっていう感じで今やってる。体力と時間に変えれるものはないと思うの。だから若い時は頑張ろうっていう感じで私は過ごしてます。で逆に疲れた時、迷う時、どうすればいいかわからない時、自分を責めてしまう時、こういう時は東洋思想がいいんじゃないかなって思う。迷う時とかどうすればいいかわからない時って絶対疲れてる合図だと思うの。そういう時は一回もう一番近いところからやろうみたいな感じで、一番遠い目標に向かって走るよりは一番近い目標に向かって走った方が結果がすぐ出るしやりやすいかなって思う。言うても人生長いですから、まだまだ何年、もう100年、人生100年って言うし、あと何年あるのって感じだから、使い分けていこうって話使い分けできてますか皆さん？最近はタイパとかコスパとか言ってさ、もう時間を有効に使おうみたいなことで溢れてると思うの。そういうキャッチフレーズたくさん見るし、私自身も時間はできるだけ無駄に過ごしたくないから、もうここでここ入れてこうしてこう動くのが一番タイパいいなみたいな最近なんか討論番組とかでよくさタイパコスパとか出てこない？サムネで YouTube のサムネでよく見る。全部が全部できるわけじゃないと思うし、タイミングもあると思うから、そういう時は東洋思想に切り替えてゆっくりじっくり目の前のことだけをやるっていうのが一番なんかいいなって思った。そういうお話をしたくて動画を撮ってみた。なんか後ろから謎の雑音がずっと聞こえてんだけど、これ何？わかんない。なんか学校あんのかな、そこに。なんかちょっと場所変えてみよう。今日の天気予報雨だったから雨降ると思ってね、可愛い傘持ってきたの。だけど雨降んなかった。傘使わなかった。あ、ここいいじゃん。ちょっと置いてみようか。
なんか暗くなってきたからそろそろ帰ろうかな。こうしてもう今日さスタンド持ってこうと思ったら忘れたんだよね。斜めでいい？いっか。ちょっとここを散歩して帰る。私の好きなプレイリストはこれです。ジャパニーズアンビエント、1980年から90年代のやつ。飲み終わった。この抹茶めっちゃ濃かったんだけど捨てます。燃えない、燃える、これ燃えないゴミだよね。燃えないゴミだから捨てていいの？なんかなんもないんだけど捨てるよ。この後はちょっと散歩して本屋に寄って帰ったよ。まだ読み終わったな本が3冊もあるのに新しい本を2冊も買いました。こんな感じで私もぼちぼち頑張るのでみんなもいい感じに来てくださいまた次の動画で会おうね。じゃあね、バイバイ。可愛すぎる。これがいつのものか本当に気になる。いきます。なんかガサガサってなる。全部食べたい。こういうのも美味しそう。どうしようかな。美味しそう。スープパスタ。これは生パスタ。この平べったいパスタはめっちゃ美味しい。